現代のネパールの若者たちの多くは高校卒業後に外国を目指すという話を以前いたしました。願い通りその夢を叶えた若者たち。彼らの将来には何が待ち受けているのでしょうか。そして驚くべきネパール人の出稼ぎ事情の実態は一体どうなのでしょうか。Namaste everybody, Guy-san is here。今回の動画では実際に外国で暮らしているネパール人たちの生活、またネパールに残された家族たちは一体どんな生活を送っているのかについてお話ししていきたいと思います。あなたのご近所に住んでいる彼は、コンビニでアルバイトをしている彼女は、またカレー屋さんで元気な笑顔を振りまいてくれるあのネパール人たちは、実際にどんなことを考え、どんな生活を送っているのでしょうか。そんなネパール人たちのプライベートな部分も少しわかる動画となっています。このチャンネルではネパールに関わる様々な情報を発信しています。ぜひ今のうちにチャンネル登録とコメント欄で応援してくださると幸いです。では早速内容に入っていきましょう。まず前回のこちらの動画で深く掘り下げた内容なんですけども、おさらいとして今回もネパール人の海外出稼ぎ事情を統計の視点から見ていきましょう。公的な記録によれば、ネパールから海外に出稼ぎに出ている人の数は約600万人。人口は3000万人なので、単純に考えて人口の5分の1が出稼ぎ労働者ということになります。出稼ぎ先で最も多いのはマレーシアで、カタール、サウジアラビアと続きます。日本は10番目で2万3000人以上の出稼ぎネパール人がいます。ちなみにインドとネパールの国境っていうのは自由に往来ができるようになっています。なのでこの統計の数にインドへ出稼ぎに出ているネパール人というのは入っていないんですね。なのでこの600万人という数からより多くの数のネパール人が出稼ぎに出ていることに実際はなっています。さらにアルバイトによる収入や卒業後の仕事を目的として海外に渡る学生たちを数えるならば、ネパール国内は若者が少なくスカスカな状態と言っても過言ではないでしょう。そのくらい外国に住んでいるネパール人っていうのはとても多いんです。そのため海外在住ネパール人協会というネパール政府の公認組織も存在しています。この組織を作るにあたってネパール政府の後押しがあったんですね。で、その理由が海外出稼ぎ労働者のネパールへの送金額。なのでマレーシア、サウジアラビアで稼いでそのお金をネパールに送るっていう感じですね。そう。なので、この600万人がいろんな国にいると。そして、もちろん大きな国、オーストラリア、アメリカ、イギリス、カナダ、日本にもいてですね、その総金額、年額の総金額が、ネパールの国家予算をはるかに超える額になったんです。なので、こうした在外ネパール人が持つ資本をまとめ、ネパールの発展に寄与してもらう狙いがあったからだと言われています。なんと、ネパール政府ですら、すでに国民の出稼ぎ労働者に頼っている状況っていうことが分かってきます。そんなわけでネパール人にとって海外に出稼ぎに行くっていうことはとても身近なことなんですね。お父さんかお母さん、もしくは両方とかおじいさんとかお父さんとか家族の誰かが海外に出稼ぎに行っている家庭が普通なんです。ネパールの10年生を終えてカレッジと言われる11年生、12年生に進む若者のほとんどが海外留学を目標にしていますし、経済的な事情で留学できない若者たちもみんな出稼ぎのために旅立っていきます。つまりネパール人の出稼ぎ事情を知らずしてネパールのことは語れず、今回はしっかりとネパールの海外出稼ぎ事情について深掘っていきましょう。まず今回は私たちに身近である日本のネパール海外労働者たちに絞って動画を作っていきたいと思っています。実は日本はネパール人にとってとても人気な渡航先になっています。これはもちろん旅行ではなくてですね、留学先、出稼ぎ先として大人気なんです。留学先として日本が選ばれる理由は、日本政府の政策によるところも大きいです。2011年の東日本大震災後、日本に来る留学生は激減。日本政府は留学生呼び込みに乗り出しました。就学中もアルバイトができることや、欧米よりもリーズナブルに留学できること、ビザ申請手続きが比較的簡単であることなど、日本政府のアピールはネパール人たちのニーズにぴったり当てはまったんです。
そして将来の就労を見据えたネパール人留学生にとって将来的に配偶者や子供を呼び寄せて住むことができる可能性が開けていることも大きな魅力の一つなんです。実際に統計的にもですね、ネパール人の一番人気の留学先がオーストラリア、次いで第2位が日本となっています。ではここからはどのように日本での留学を成し遂げるのか、そのプロセスについてお話ししていきたいと思います。まず留学生として日本に来るには、ネパールにある日本語学校で日本語を学び、日本の日本語学校を目指すのが定石となっています。日本語学校卒業後に大学進学や就職といった進路を取ります。一方、アメリカやオーストラリアに留学するとなるとですね、語学学校ではなくて、一気に大学進学に行かないといけないため、ハードルが少し高いんですね。そのハードルの具体例っていうのはもちろん高校での学業成績、またお金っていう部分もあります。それに対して日本語学校っていうのはそこまで学業成績を見ることがないので、比較的簡単に留学をすることができるんですね。日本の日本語学校と留学生を結んでいるのが留学仲介業者。仲介業者が経営している日本語学校もネパールには多くあってですね、そこから日本の日本語学校に学生を送ると、日本の日本語学校から紹介料が支払われるよという流れになっています。もう日本日本語学校、日本日本語学校と言ってですね、もうすごいこの日本っていう言葉が出て、もうあやふやというか分かりづらくなってしまったんですけども、つまりですね、簡単にまとめると、ネパール人が日本に来ました。そこで日本語を学習しました。また学んで、仕事もしてお金も稼ぎました。そういった方々が今度はネパールに戻るんですね。で、ネパールで日本語学校を開きます。で、この人たちが学校をしながら仲介業者となるんです。ネパールでネパール人が日本語を教えるんですね。で、この生徒たちを日本の日本語学校に送ります。この送った時に、この日本の日本語学校から仲介料、いわゆる、委託料というか紹介料っていうのがネパールの日本語学校に入るわけです。いいですか？ここの仕組みすごいですよね。でもですね、こうなるとですね、ビジネスになってくるわけですよ。なので、なんとしてでも、こうネパール人たちをどんどん日本に送りたいのが、ネパールで日本語学校をやっている方々の本音ですよね。なのでですね、ちょっとマイナス面もあって、日本語を学び始めてまだ数週間という子たちにもですね、日本留学のための面接試験に参加させるんですね。で、この面接試験は、ビデオミーティングシステム、いわゆる Zoom とか、Teams とか Google Meet とかですね、ああいうのが使われるんですよ。で、これはオフレコなんですけども、実際にその面接官を担当していた方々に聞くとですね、このネパールの方の日本語学校ですよね。こちらの先生が、カンニングの手助けというのをしている時もあるみたいなんです。いわゆるカメラの前でこうやって学生さんが映ってますよね。で、このカメラの後ろに先生がいて、こんなことを話しなさいよ、みたいな指示を紙とかモニターに出してですね、対応するなんていうこともあるみたいです。でも視線が動いたりとか、もう明らかに自然じゃないコミュニケーションになるので、これは日本の日本語学校側もわかるみたいなんです。でもここがビジネスのちょっと怖いところなんですけども、日本側も正直来てくれた方が授業料を払ってくれるので、欲しいわけですよ。なのでですね、やっぱ教育とね、ビジネスを絡めてしまうとですね、やっぱ質がどんどん落ちてしまうのは現実なのかなと、僕自身思ってしまいます。もちろん一生懸命日本語を学んで、実際に日本で就職をしたい、日本の学校に行きたい、日本で結婚するんだっていう志高いネパール人もたくさんいるので、そういった方々は本気で応援したいと思っています。では続いてビザについてもちょっと見ていきましょう。日本に滞在するネパール人で、留学生は学生ビザ、またそれ以外で一番多いのが技能ビザでの滞在になります。大きなナンが人気のインドカレーのお店。最近ではどの街に行っても一つや二つ見かけますよね。インド料理と銘打ってありますが、その従業員、コックのうちかなりを占めているのは、実はネパール人なんです。ネパールとインドは文字通りお隣の国、自由な往来があり、元々の文化や言語、生活様式も近く、日本人からするとネパール人とインド人、あまり区別がつかないっていうことも事実だと思います。
なんかネパール人からするとですね、やっぱネパール人とインド人は全然違うみたいで区別がつくみたいです。僕らのあれですかね、韓国人、中国人、日本人が区別がつけられたみたいな感覚なんでしょうか。この話はさておき、とにかくですね、インド料理のコックさんとして日本にやってくるネパール人がとっても多いんです。さらに、技能ビザから経営ビザ、いわゆるビジネスビザですね。この経営ビザに切り替えて自分のお店を持つネパール人も増え、そういう人たちが親戚や同郷の人を従業員としてさらに呼び寄せと、ますますネパール人のコックさんが増えていくといったシステムになっています。もちろんネパールでコックさんをやる方はですね、やっぱ最初は男性の方が多いんですね。で、日本でビザ、安定したビザを取って、ネパールにいる、奥さんだったり子供を呼び寄せる、そして家族滞在も増えるっていうのが、この日本でネパール人が増えていっている大きな理由でもあります。そうするとですね、家族滞在としてやってきた奥さん、子供たちもですね、いずれ働けるようなビザを得てですね、日本で働く道を選んでいきます。特に子供よりもですね、パートナー、奥さん、または旦那さんを呼び寄せる可能性が高いです。その理由として家族滞在でも日本で28時間週に働けるんですよ。週28時間でも時給が1500円と考えたら約4万から5万ぐらいですかね。で、それが4週間なので16万から20万ぐらい稼げるんですね。これはネパールと比べたらもう天と地の差ですね。そんなこんなで日本で外国人登録をしているネパール人の数は現在14万人近くいると言われています。2000年時代は実は3500人程度だったんですよ。となると急増加ですよね。では実際に日本に来たネパール人たちはどんな生活を送ってどんなことを考えているのでしょうか。皆さんはネパール人留学生たちが住むアパートなどを訪れたことはありますでしょうか。そのお部屋にお邪魔したことがある人なら驚くはずです。2DK とか 2K のアパートに4人とかワンルームに2人とかで住んでいることも少なくありません。それも日本に来るまでは知らなかった者同士なんですね。学生とはいえ若くても10代後半、中には20代半ばという学生もいますから、この狭さにこの人数かと驚くこともあります。またネパール人留学生のほとんどはまずは日本語学校で2年学びますが、授業の前後や休日を利用して週28時間の許可された就労時間を目いっぱい使ってアルバイトをします。こっそり言っちゃうとですね、手渡しバイト、いわゆる28時間を超えたところでも銀行振込ではなく手渡しでお金をもらえるため、国に管理されないんですね。そういった方法でお金を稼いでいる方々も実際この国にはいると言われています。それだけやらないと生活が苦しいっていう方々もいるのかもしれません。では彼らはなぜこんな風にお金を必死で稼がないといけないのでしょうか。次は留学に関わるお金について深掘っていきましょう。実際に日本に留学するためには初期費用として百数十万円を支払ってネパール人たちは来ています。その額は最低賃金が月17,300ルピー、つまり2万円もいかないネパールの人たちにとって非常に高額なんです。ちなみに最低賃金は2万円ほどと政府は言っていますが、そんな法律があるとは言ってもちろん全部を監視できるわけではないので、その最低賃金以下で働いているネパール人はたくさんいます。実際に私の友人もフルタイムで働いて1ヶ月やったとしても1万2000円ほどしかもらえない。また期日通りにお給料をもらえないなんていうこともネパールでは起きてしまっているみたいです。とにかく日本への留学費用はポンと出せる金額ではないわけです。親戚や知人から借金をしてどうにかその費用を工面している人も多くいます。そう、ここでの借金の返済が日本での出稼ぎにかかっているわけです。ネパールは銀行の普通預金の利子が 5% を超えています。定期であれば 10% を超えることもあります。それが個人間の借金となったらびっくりするくらい利子が高くなっていくんですね。早く借金を返したいのは当然です。それに加え初期費用に含まれない2年目以降の学費や生活費と日本で生活して勉強していくのにもお金がかかっていきます。ネパールに住む家族たちが日本に住むネパール人へ仕送りをしてくれるなんていう裕福な家庭は全然多くはないんですね。
息子が娘が日本で生活をしていくための仕送りをするために土地を売らなければならなくなった、そんな家族も多くいます。日本での生活費や学費っていうのは自分で賄って、できることならばネパールに借金返済のために送金がしたい。もしくは家族のために仕送りをしたい。これが日本に住むネパール人たちの本音なんです。隠れてでも規定を超えてまでもお金を稼がなければならない、稼ぎたいネパール人たちの本音がこういった切実な現実の背景にあるということを忘れないでいきたいと思います。しかしもちろんこれは全然いいことではないですよね。もちろん苦しいのはわかるけれども、ルールの中で頑張っているネパール人たちもたくさんいます。なので、こういった実態が政府、日本にバレるとですね、ビザの更新ができなくなって、強制的にネパールに帰ることが余儀なくされることもあります。しかも借金も返し終わってないのにですよ。そしてそんな状態でネパールに帰って人たちがネパールで十分なお金を稼げる仕事を探すなんていうこともですね、全然簡単じゃないんですね。しかも、たとえルール通りに日本で働いていこうと考えてもですね、まだまだ日本語が上達しきってないネパール人たちにとって急に働くっていうことは簡単ではないんですよね。ようやく日本語学校を通して紹介してもらえた工場の作業の仕事であっても、人手が必要な時だけ呼ばれて、必要でなければ休みにされる、使い勝手のいい労働力として扱われてしまっているのも事実です。そして日本の文化や習慣に慣れていくっていうことももちろん難しいです。時間通りに働くこと、休む時には連絡を入れること、一度約束をしたらそれを守らなければならないこと、日本人にとっては当たり前なことだとしても、ネパールの教育ではそれは当たり前ではないのかもしれません。家族や親戚、近所の人との関係がとても近いネパール。いつも周りに人がいて、おしゃべりをしながら、助け合いながら過ごしてきたのに、急に知らない人ばかりの日本。それも特にプライベートを大切にする日本人たちの中で生活をすることになっていきます。家族とはビデオ通話で話しますが、ネパール側の停電やインターネットの不調で急に切れてしまうなんてこともあるんですね。寂しさは募るばかりです。スーパーで見かけるお弁当、綺麗で美味しそうだと思って食べてみれば、おかずは甘くて、ご飯はねっちょり、サラサラのご飯とスパイシーなおかずこそが美味しいとされるネパールの食文化で育ってきた彼らには衝撃的なんです。ネパールにいた頃は友達と自然の綺麗なところを散歩するのが楽しみだったのに、日本ではちょっと遊びに行くだけのお金や時間を作ることすら大変なんですね。先ほどご紹介したコックとして技能ビザを使って日本に来るネパール人たちや、家族滞在として入ってくる奥さんたちにとっても、こういった状況には大きな違いはありません。しかも彼らは日本語学校を通していないので、日本語が話せないっていうハンデがより大きいんですね。家族滞在の奥さんは28時間の就労可能時間を夜勤の工場勤務やホテルの清掃業務などに充て、他の時間はレストランの手伝いをしているなんてこともあります。コックさんたちはレストランに住み込みで朝から晩まで週6日働くので、お店以外で日本人社会と関わることはほとんどありません。その代わり同郷だったり親戚だったり同業で知り合ったりした日本にいるネパール人たちと関係を築いていくということは結構あるみたいです。なのでこういったつながりが増えるとですね、日本でネパールの行事ごとを楽しむなんていうこともあるんですね。例えば T 字やダサインといったネパールのお祭りを祝うために日本にいる親戚や日本で知り合った友達、同郷の仲間が集まって一緒に楽しみます。正月休みには免許を持っている人が車を出して旅行に行ったなんて話もよく聞きますね。そうかと思えば日本語がわからず、日本の法律も知らず、ネパール人に頼るしかないっていう状況の人もいるんです。それゆえに同じネパール人から食い物のようにされてしまうネパール人たちもいるのが事実です。そんなことがあっても日本に留まりたいんだ、ネパールには帰られない、出稼ぎをしなきゃいけないっていう強い思いがあるんですね。こういった思いがふつふつ湧いてくるのは実際のネパールに住んでいるネパール人だからこそわかることなのかもしれません。きっと先進国、そして平和的なこんな国に生まれた私たちにとってはなかなか想像することができないかもしれないんですけれども、こういった動画を撮って少しでも皆さんに届いてですね、日本で見かけたネパール人たちに温かく声をかけてあげるなんてことにつながれば本当に私は心から嬉しいと思います。そう、こういった裏表のある日本での留学、日本での就業なんですけども、やはり日本のシステムは素晴らしい。交通システムを見ているだけでそれがわかる。
日本人は親切で優しい、働き先のオーナーが家族のように接してくれる、など、日本のいい面に触れ、また日本のいい面だけにしっかりと注目して、一生懸命日本語を勉強して、日本人たちと交流をして、日本の生活にどんどんと馴染んでいくネパール人たちも多くいるのが事実です。こんな状況が在日ネパール人たちの実態となっています。さて、今回は日本に住むネパール人たちの実態についてお話ししてきました。今回の内容を簡単に振り返ってみましょう。まず日本には留学として学生ビザ、コックさんとして技能ビザ、また家族滞在として来ているネパール人がほとんどです。どのビザであったとしてもほとんどのネパール人の目的は就労にあります。日本政府の政策により日本への留学への門は大きく開かれた状態となっています。しかし日本に来ればお金が稼げると信じてですね、来日するも言語の壁や文化の壁という部分で日本で仕事をするのはそう簡単ではありません。そして借金を背負っているプレッシャーや友達と会えない、家族と会えないといった寂しさの中で戦っていかなければならないんです。そしてやがて日本の生活に慣れ、日本で働いて家族を呼び寄せるっていうネパール人たちもいれば、うまくいかずルールを破ってネパールに強制送還されてしまうっていうネパール人たちもいます。今回は日本で出稼ぎをするネパール人について深掘ってきました。次回はぜひ日本だけではなくいろんな国へ出稼ぎに行っている方々の実態っていうのもご紹介できたらと思っています。実際に私の彼女もアメリカのボストンで出稼ぎをしています。そして私の彼女のお姉さんはイギリスで出稼ぎをしています。そんな方々の本音っていうのも今度聞いてみたいと思います。今後も皆さんにもっともっとネパールのことについて知ってもらうために情報発信を続けていきます。ぜひチャンネル登録の方、またコメントの方で応援してくれると嬉しいです。そしてぜひこの動画を見た後にですね、コンビニやレストラン、またスーパー、ホテルでネパール人らしき人を見かけたらですね、どこから来たんですかと聞いて、ネパール人だったら、こんな動画見たんですよって話をぜひしてもらえると嬉しいです。また近々というか将来的にはですね、日本に住むネパール人たちにたくさんインタビューをして、そんな動画も作っていきたいと思っています。では、この動画ここで終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。ナマステ。And please subscribe our channel and press like also. Share our video also.